どうもこんにちは、ギーキーモックスの佐賀です。皆さん、お待たせしました。ついに、24フレットの音域とジャズベースのサウンドを両立するウーフィーベーシズの新作を開発しました。その名もハンクという新モデルです。今回はこのハンクの紹介をしたいなというふうに思っております。過去一の自信作です。ぜひ最後までご覧ください。ということで本編へどうぞ。まず、ウーフィーベーシズ、どんなブランドなのかという話をしたいんですけれども、こちら中国製になっております。はい。僕が厳選した中国の工場で作っていて、そこではね、もう何年も一緒にウーフィーベーシズ作っているので、それなりのね、知見が溜まっています。昔よりも高くはなっちゃったんですけどね、インフレとかなんやかんやで。なんですけれども、クオリティとしてはもうね、上がってます。安心してくださいということです。僕がすごくこだわっているのが、クオリティコントロール、検品の部分で、検品めっちゃやってます。4回やってるんですよ。まず中国の工場で1回、中国の別の業者で1回、日本に輸入した時に1回、納品する前に1回、トータル4回検品してます。こんだけ検品したらさすがにね、不良品出ないでしょうという形です。不良率ね、意外と高くてね、結構いっぱい、どうしようもないなっていうものになっちゃってますけれども、それだけ選び抜かれたものを皆さんにお届けしているということでございます。ウーフィーベーシズのこの1シリーズっていうのは、低価格帯に特化したシリーズなんですけれども、ここでね、僕がとても大事にしているのは引きやすさと、あとは信頼性の部分なんですよね。そこら辺を担保するのには中国の工場だけだとやっぱりちょっと難しくて、日本で多くの作業を行っています。例えば、ナットやフレットの最終仕上げといったところは日本でね、GIB のスタッフがやってます。そして電気周りなんですけれども、いろんなエントリークラスの楽器を扱ってきて意外とトラブル多いなと僕は感じていたんですね。なので、ここに関しては1から100まで全て日本でやってます。使ってるパーツなんですけれども、ベルテンっていうブランドのワイヤー、ケスターっていうところのハンダ、スイッチクラフトっていうところのジャック、これらを使っています。これらのパーツっていうのは、もう100万円とかするようなベースブランドでも使ってるパーツなので、それだけ信頼度が高くて質の高いものを使っているということです。これもね、日本で全てやってます。GIB のスタッフが。ウーフィーって結構大変なんですよ、作るの。だから量はね、たくさん作れないんですけれども、少しずつでも皆さんにお届けしているという形です。ウーフィーベーシズは、6万円以下の価格帯に絞っているんですけれども、なんでね、この価格帯でもこんだけ手をかけられるのかと言いますと、自社ブランドだからなんですよね。例えばですけど、5万円のベースから楽器屋さんが得られる利益って、大体ね、1万円から1万5千円なんですよ。そこから送料とか、デジマートに払うお金とか、家賃とか、いろいろあると思うんですけれども、そうしたものを払っていくとね、全然残らないわけですよ。利益率が低いんです。そういう利益が低いものに対して、完璧なセットアップをして、完璧な検品をして、完璧な写真を撮って届けられるかっていうと、それは結構難しいわけなんですよね。なんですけれども、ウーフィーベーシズの場合は、僕たちが工場と直接一緒に仕事をして作って、直接顧客に販売しているものなので、余計な会社がいっぱい挟まってないんですよね。余計って言うとちょっと語弊があるんですけど、役割ももちろんあるんですけどね。ただ僕たちのスタイルとしては直接販売してると。省流をすごく短くすることによって、利益率を上げて、もっとね、クオリティコントロールに関するいろんな小細工をできるようになってるわけなんですよね。普通のね、ギターの省流っていうのは、ギターブランドとか工場から、まず輸入代理店に入ります。で、輸入代理店から販売代理店に入ります。楽器屋ですね。で、そこから顧客に届けられるわけなんですけれども、僕たちの場合は、僕ら自身がもうギターブランドなわけですよ。そこから顧客に対して直接販売しているので、この間にある2社ぐらいを飛ばしてるんですよね。2社ぐらい飛ばすと、値段としてはね、4、50% ぐらい変わります。2社それぞれで 20%、30% 取んなきゃいけないからですよ。これが当たり前の省流なんですけれども、そればっかりやってるとね、なかなか価格を安くして、かつクオリティを上げてっていうことができないなというふうに思っているので、僕たちはこのような形で販売をしています。それがウーフィーベーシズだということですね。今までのウーフィーベーシズどんなものがあったのかと言いますと、クラシックシリーズっていうね、少し高価なものもあるんですけれども、基本的にはエントリークラスに絞っています。キャバリア、プードル、ウー、パップと、こういったモデルがあるわけなんですけれども、そこに新たに加わるのがハンクというモデルなわけですね。紹介したいのが1シリーズのハンク5というモデルですね。はい。これどんなベースかと一言で言いますと、24フレットの音域を持つ JB スタイルのモダンベースです。まずね、見た目見てください。かっこいいでしょ。24フレットに伸ばすことで、ボディもね、大きくえぐらなきゃいけないんですけれども、そのえぐられた見た目がちょっとクラシックなジャズベースとは違う雰囲気を持つんですよね。この見た目もとても美しいなというふうに思います。僕結構好みです。はい。フェンダーのアメリカンデラックスとか、そうしたモデルが好きな人にとっては、
って思うようなモデルかなと思います。ちょっとマニアックなところですけどね。ボディシェイプとしてはプードルっていうものとすごく似ているんですけれども、大きく違うのがピックアップの構成で、こちらはより JB らしいモデルになっています。ハンクっていうこのモデルには2つの種類がございまして、ソリッドカラーのノーマルモデルとシースルーカラーのプラスモデルっていうものがあります。プラスモデルに関してはトップ材がついていて、ちょっとね、エキゾチックな雰囲気になっています。価格はノーマルのものが税抜きで52,000円、プラスモデルが税抜きで54,000円といった形になっております。昔のね、キャバリア5の一番最初を知ってる方からすると、高くなったなと思うと思うんですけれども、僕たちはガチな話なんですけど、利益率ね、ちょっと下がってます。はい。まず油の値段がめちゃくちゃ上がってること。あと、中国の工場自体が高くなってること。そして何よりも、ジャパニーズイエン、俺たちのジャパニーズイエンが激下がりしてること。はい。こういう問題があるんですけれども、円高になった暁にはね、僕たちちゃんと価格安くしていくのでご安心くださいというか、今できる最大限がこれです。なんですけれども、昔よりも値段上がってるんですけど、クオリティとしてはめちゃくちゃ良くなってます。はい。工場も進化してるし、僕たちも進化してるし、もうすべて進化してるのでご安心くださいと。なので、初心者の方にも自信を持ってお勧めできるものですし、ステージにね、持っていくサブベースとしても、はい、とてもおすすめです。初めての5弦ベースとしてもとてもおすすめです。という自信を持ってお届けするハンク5。こちらのサウンドを聞いてみてください。ドン。グーフィーベーシーズハンク5弾いてみました。見ての通り結構カラーがあります。この他にもメタリックカラーのレッドとソリッドのブラックもあります。シースルーのカラーになってたり、木目が見えてるのがプラスっていうモデルですね。サウンドとしては基本的にはジャズベースのサウンドといった印象です。強い低音域、パキッとしたキレのあるトレブル、クープしたミドルレンジが魅力的ですね。24フレットあってハイポジションも着やすそうなデザインになって、ちょっと見た目もモダンなんですけど、やはり音も少しモダンかなという印象があります。通常のジャズベースタイプよりもより派手なプレイとか現代的な楽曲を演奏するのに相性がいいかなというふうに思います。メイプル指板でパキッとした明瞭なサウンドが魅力的なので、スラップ奏法もすごく映えるサウンド
ンドになると思います。先ほども言った通り、基本的にはジャズベースをモチーフとしたサウンドなので、ポップスやロック、ファンクとか、どんなジャンルにも幅広く対応できるかなというふうに思います。ぜひサウンドも合わせて参考にしてみてください。ハンク5紹介しました。いかがでしたでしょうか？見た目もかっこいいんですけど、音も良くないですか？ 24 フレットモデルになると、メープルの割合が増えるんですよね。伸びるから。だから、普通のベースよりも、ちょっと硬質な木材が増えるんですよ。その分の音の変化っていうのはやっぱりあって、これはすごく個性になるんですよね。決してネガティブなものではなくて、はい、僕はね、結構好きです。同じ理由でね、21フレットのモデルも好きなんですけれども、24フレットのハンクっていうモデルも皆さんにね、オプションとして選択できたら嬉しいなと思って作ってみました。いかがでしょうか？ウェブサイトの方では、もっと詳細な写真がたくさん見られたり、もっとね、詳細な説明文見られたりしますから、よろしければそちらもチェックしてみてください。ということで、本編終わり。いや、ウーフィーベーシズ結構モデル増えてきましたよね。僕これ結構楽しくて、次どんなモデルがいいかなとか妄想したりするんですよね。ヘッドレスとか作ってみたいですけど、中国でこの前ヘッドレスのね、サンプルを取り寄せてみたんですよ。まあそれがあんまり良くなくて、の上に高くて、ちょっとこれじゃ大変だなという形で、まあ今具体的にね、ちょっと話が進んでるのが、ジャズベースとミュージックマンの音どっちも出せる5弦ベースとか、まあそこら辺がちょっと具体的な形になりつつあります。はい。まあもし興味があれば皆さんのコメントいただければね、こんなベースどうですか佐賀さんみたいな、ちょっとお話もらいたいななんて思ったりしますね。ウーフィーに限らずですけど、いろんなビジネスが動いてて、インドネシアとの交流も今すごく盛んなんですよね。僕もこの前行ってきたんですけど、HEX と GIB のコラボレーションモデル、これぜひ注目してほしいなと思いますね。アッシュボディにメイプルネック、メイプル指板と 70s スタイルなんですけれども、本物のバダスブリッジと本物のバルトリーニプリアンプ、これらを積んでもバッキバキのニューヨークサウンドを安い値段で出そうぜっていう企画を HEX と一緒にやってます。ロジャー・サドスキーのスタイルをリスペクトした形になっておりますね。かっこいいアッシュボディ使ってるんですけれども、そのかっこいいアッシュがぐっと見えるようにアクリルのパーツをたくさん使って作っているので、それもかっこいいかなというふうに思います。たまにね、そこら辺 Twitter で紹介しているので、よろしければね、僕の Twitter とか GIB の Twitter 見てみてもらえればなというふうに思います。はい、ということで GIB なんですけれども、 GIB 横浜、GIB 兵庫、GIB ソウルと3店舗ございます。そして系列店でギターアウトレット横浜とギターショップトニック横浜とあります。この横浜の3店舗、ベースショップギークンボックス横浜とギターショップトニック横浜とギターアウトレット横浜に関しては、横浜市西区平沼という町でやってます。それぞれ歩いてね、1分程度で回れる距離にありますので、よろしければね、そこら辺一緒に見てもらえればなというふうに思っています。そこら辺は横浜駅からも行けますし、戸部駅とか高島町駅とか平沼橋駅とか、そこら辺からもアクセス可能ですので、よろしければチェックしてみてください。そして韓国にお住まいの皆様、 GIB ソウルはチュンムロにあります。はい、チュンムロぜひ遊びに来てください。日本のプロミュージシャン向けにね、無料のレンタルサービスもやっております。韓国でライブがあるんだけれども、メインの楽器持っていくのちょっと嫌だなとか、1本だけ持っていくんだったら簡単だけどサブ欲しいなとか、僕たちちゃんと仕事してますのでご相談ください。そして最近はプロベーシストの関谷智隆さんと一緒にベースギークカレッジというオンラインコミュニティやってます。ギークインボックスよりもさらに深い話題をね、そちらではやっていて、いろんな動画が見放題になってます。よろしければチェックしてみてください。会員限定のクーポンとか先行販売とかもございますので、よろしければね、チェックしてみてもらえればなというふうに思っております。はい。最近この GIB の YouTube なんですけれども、日本人以外の方が見てるの僕知ってます。はい。皆様のためにグローバル向けの EC サイト用意しています。その EC サイトでは送料も関税もすべて込み込みの値段で提案しているのでね、そこら辺チェックしてみてもらえればなというふうに思います。やっぱりね、通関でいくら関税取られるかなとか、そういうのすごく不安じゃないですか。全部僕解消してますので、よろしければチェックしてみてください。そして韓国の皆様には特別な EC サイト用意しております。geekinbox.kr ですね。こちらではね、韓国向けに通関とか国際配送とか全てを最適化して、しかも韓国国内に会社まで作って、できるだけ値段を安くして、日本から韓国に物を移動できるように僕が設計しました。はい。なのでね、そこら辺使ってもらえれば、他のウェブサイトで買うよりも圧倒的にね、安い値段で買えますから、ぜひご利用くださいと。そしてもちろんGIB で買ったものは全て再調整一生無料です。再買い取りのシステムもございます。いろんなものあるので、もう説明しきれないな。ごめんなさいね。こんなビジネスの話ばっかりしてね。よろしければチェックしてみてください。ということで、本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アニョン。